毒を無限に使い続ける方法を発見したので紹介します。通常、武器に塗った毒は一度使うと消えてしまうので、継続して使い続けるには大量の毒を用意してその都度塗り直すしかないのですが、これがかなり面倒なので、スカイリムにおいて毒を安定的に運用するのは現実的ではありません。ところが武器に毒を塗ってから、保管棚に飾って、外してから使ってみると、やっぱり毒は消えてしまいますが、その後地面に落として、拾うと、先ほど塗った毒が復活しています。地面に落とせば何度でも復活するので、毒を無限に使い続けることが可能です。このように毒を塗った武器を保管棚に飾ると、その時点の毒の状態が記憶されて、武器を落とすたびにその状態に戻るようになります。これが毒を無限に使い続ける方法です。毒を無限に復活させられると聞くと強力なテクニックかのように感じるかもしれませんが、実はそんなに使い道がありません。まず第一に、戦闘中にいちいち武器を落としてなどいられないということです。例えばダメージを与える毒を記憶して、切りつけるたびに落とせば無限に復活させられますが、塗り直すよりもむしろ手間が増えますし、紛失するリスクもあります。第2に、毒は効かない敵が多いということです。アンデッドやドワーフオートマトンには毒が効かないので、これらの敵には毒以外の攻撃方法を用意する必要があり、そもそも毒に汎用性がありません。というわけで毒を無限に復活させたところで大して使い道はないのですが、せっかく見つけたテクニックなのに使い道はありませんでしたでは悲しいので、ここからは私がどうにかしてひねり出したこのテクニックの活用法を紹介します。一つ目はジャリンの根で作った毒を無限に使い続けることです。ジャリンの根とは闇の一等クエストで一つだけもらえる錬金素材なのですが、これを材料にすることで桁外れのダメージ毒を作ることができます。通常のダメージ毒では武器を落とす手間やリスクに釣り合ってるとは言えませんでしたが、これだけダメージが高ければさすがにリターンの方が大きいです。特に有効なのが弓にこの毒を記憶して、ドラゴン戦の切り札として使うことです。ビルドによっては飛び回るドラゴンに有効打がないという状況があり得るのですが、この毒を記憶した弓を用意しておけば、比較的楽にドラゴンを倒すことが可能です。ドラゴン戦で使うだけなら落としてから拾う手間もそこまで気にならないと思うので、遠距離攻撃が苦手なビルドでお守り代わりに持ち歩いてみてはいかがでしょうか。二つ目はスキルトレーナーからのすり取りです。スキルトレーナーにスキルを鍛えてもらうには大量のお金が必要ですが、麻痺毒を塗った武器で攻撃して、起き上がりモーション中にすり取れば、確実にトレーニング代金を取り返すことができます。麻痺毒はウィンターホールド大学や錬金術師の店などで手に入りますし、保管棚が備えられた自宅も AE なら簡単に手に入ります。麻痺させる方法自体はいくらでもありますが、回数に制限がない麻痺手段としては、最も簡単に用意できるのがこの方法だと思います。スキルトレーニングを受けたいけど、お金は使いたくないという方はぜひ試してみてください。3つ目はジェイザルゴを耐性させることです。ジェイザルゴは初心者魔法の雷撃ばかり使うので、戦闘では全く役に立たないのですが、片手武器と重装の適性が高く、しかもプレイヤーのレベルに応じて無限にレベルが上がっていくので、十分にレベルが高ければ近接戦士として優秀なステータスを持つようになります。しかし片手武器を持たせたところで結局使うのは雷撃なので、やっぱり役に立ちません。そこで毒の出番です。超錬金を使って十分に錬金術を強化した状態で、発光する塵と垂れ苔を調合すると、対象のマジカをゼロにして、ほぼ永続的に回復を防ぐ毒が出来上がります。この毒を適当な武器に記憶して、ジェイザルゴに使用すれば、魔法を使わない物理特化ジェイザルゴが出来上がります。パークを持ってないので一部の強力な従者にはかないませんが、スキルレベルがカンストする時点で並の従者よりは強力です。魔術の道は諦めて戦士の道を進むことが、ジェイザルゴの耐性に必要な条件だったわけです。ただしこの毒の効果はファストトラベルなどの大きめのロードを挟むと消えてしまうので、その都度かけ直さなくてはなりません。なので安定してジェイザルゴを戦士として運用するには、あらかじめ毒を記憶しておく必要があるわけです。ジェイザルゴを従者としてまともに運用するには正直これしかないと思うので、どうしてもジェイザルゴを連れ回したい方はこの方法を試してみてください。
というわけで毒を無限に使い続ける方法とその活用法の紹介でした。最後に注意事項として、このテクニックはまだよくわかってないことが多いです。例えば武器の種類によっては毒が復活しないことがあります。ユニークアイテムの場合は復活しないのかと思いましたが、同じアイテムでも復活する場合もあるのでよくわかりません。また一度毒を記憶した保管棚に別の武器を展示すると、毒が復活しなくなることがあります。ただしこれも確実に起こるわけではなく、同じ条件でも毒が復活する場合もあります。とりあえず今言えることは、このテクニックを使う際は汎用武器を使用して、毒を記憶した保管棚にはその後触らない方がいいということです。このようにいまいち安定性に欠けるのですが、それでも使い方によっては役に立つので、覚えておいて損はないテクニックだと思います。私のチャンネルではこの他にも、スカイリムについて役立つ情報を発信しているので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。